こんにちは、ことまむです。今日もこちらのはぎれを使って作っていきたいと思います。細かい布やお気に入りの布も最後まで使える、そんな縫い方で縫っていきます。1枚の大きさはだいたい7センチ ×7 センチぐらいに作ってあります。そしてこちらの布、猫ちゃんの柄が入った布です。こちらも同じように7センチ ×7 センチで切ってきました。こちらの枚数、はぎれで作ったものは10枚。こちらの無地または私の場合は猫ちゃん柄で8枚用意します。次は底布になります。底布は20センチ ×7 センチ1枚用意します。こちらに当てて中表で縫い合わせます。反対側も同じように合わせて縫っていきます。縫い合わせてきました。キルト芯、ドミットタイプのキルト芯をつけています。これで刺繍糸でステッチをしていきたいと思います。ステッチしてきました。次は裏布。裏布は幅は同じサイズ、上の部分はどちらも 4.5 センチ余分に取っています。表同士裏同士で縫い合わせます。表布と裏布の脇縫ってきました。裏布は上から 4.5 センチ残して、ここから下脇を縫っていきます。残ったところは縫い代1センチ倒しておきます。折った縫い代のところステッチをかけていきます。その時にこちらをもう一度折り込んで、このようにしてステッチをかけていきます。こちらにはそれぞれにステッチをかけてきました。次は表の底縫っていきます。三角に折って底の部分のこの幅6センチの幅があります。ここを中心合わせて三角に縫っていきます。裏も同じように中心に合わせて三角に折って縫っていきます。はい、底縫ってきました。同じように裏側も縫ってきました。これを縫い合わせます。表と裏をつけることでずれないようにしていきます。
このようにつけたら表に返していきます。これで表に返します。こんな風になります。持ち手の紐になります。26センチ ×5 センチ幅2枚用意します。そして中にくるむ面テープ24センチ 1.5 センチ幅2本同じように用意します。持ち手の縫い方になります。だいたい中心に面テープを置きます。片方の布で面テープをくるみます。そしてもう片方縫い代の方を半分に折ってから面テープに重ねると中心に折り目がきます。この中心の折り目を1本縫っていくと面テープも一緒に縫うことができます。言い忘れましたが、こちらの端は先に折っておきます。先にこのように折り込んでから両脇を折っていきます。持ち手の紐、こちらの紐は絞る紐になります。こちらの長さは52センチ ×2 センチ幅、これを折って縫っていきます。はい、縫い方はまず中心に折ります。この中心に合わせて両側から折ってきます。そして最後に折ります。この端を縫ってきます。もしこれが面倒なら市販されている紐でももちろん使えます。端はここを縫ってから折り上げていきます。そして留めます。次はこのように上を 0.7 センチぐらい折ってこちらに留めていきます。ここをステッチをかけます。その時にこちらの脇、これも縫い合わせ隣同士反対側と合わせて縫い留めていきます。上もステッチかけてきました。あとは紐を通します。はい、こちらに紐を通してきました。結んでいます。反対側も同じように結んでいます。最後に持ち手にスナップつけていきます。こちらは1センチの
プラスチックのスナップ8組用意します。穴を開けて留めるだけの簡単なスナップです。はい、穴を開けます。少し大きめがいいと思います。内側から外側に向けて通します。この時にポッチをきれいに出してください。はい、こんな風に出したら、あとは上から乗せて押すだけ。パチンと言いました。これで止まりましたこれでスナップが止まりました。中にはお財布、小銭入れなど入れていただけてお買い物に持っていくことができる小さな巾着ポーチになります。こうして取っ手をつけていただいて、このようにすれば巾着ポーチになります。このまま持ち手を持てばこのように持って歩けます。これを取り外せばただの巾着、これをつけてれば巾着ポーチ、そしてこの取っ手を付け替えればこのように取っ手を付け替えるとお買い物にも持っていける小さな手提げになります。ちょっと変わった巾着ポーチ、手提げパックになります。よろしければ参考にしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ことままでした。